これが前方のレーダーで、こっち側に後方のレーダー、下にこっち側に下側の距離を見るレーダーがつきますけども、本当だったらこのタンクのこの部分に取り付けられます。で、下側のレーダーは多分タンクの下側につくんだったと思うんですけども、それだとこのタンクを交換するたびにレーダーも取り付けないといけないんで、レーダー取り付け用のステーを作りました。アルミの板金でここの部分に、足の部分にこのタンク取り付け用の金具を逆さまにつけて、で水平が出ますんで、ここの部分にこの取り付け用のステーを固定します。で、横から見るとこんな感じで、ここから距離用のレーダーが下側の距離を測れるように、ちょっとこの足よりも出っ張らせて取り付けます。このステーはアルミで作ってまして、だいたい4000円ぐらいで加工屋さんが加工してくれました。このブラケットですけども、このブラケットは3次元 CAD で設計した 3D データをミスミっていうところのですけども、通販サイトなんですけども、ここの Maybe っていう加工サービスがあるんです。Maybe の加工サービスの板金加工のところで 3D のモデルデータをアップロードすると加工して、2、3日で送ってくれます。こういう感じで 3D データをアップロードすると、ここに寸法線が振られて加工の可否が表示されます。で、問題がなかったら3日目で発送されるっていう風に、最短1日目で発送ですけども、多分1日目だと値段が変わるんだと思います。1日目にすると、この製品で1万と540円で、3日目の発送だと4670円なんで、急がない場合は3日目の発送でいいような気がします。これが、フローメーターです。フローメーターは薬液が流れる量を、この中に羽根車が入ってまして、その羽根車が回る回転数で、調べるものです。で、このフローメーターはタンクとこのポンプの間に入れます。なんでここに矢印があるんで、フローメーターの向きはこういう風になります。この矢印の方向に薬液が流れるように、このようにここにフローメーターを取り付けます。で、もともとついているのがこの10パイの、ウレタンホースのこのカチカチのウレタンホースですので、このウレタンホースがこのフローメーターのこの口には刺さりませんので、火で炙って無理やり刺すか別なホースを使うかになると思います。自分のドローンはこういうちょっと太めのホースで、もっと柔らかいホースでやったんですけども、で、継ぎ手もこういうちゃんとした継ぎ手を購入してやったんですが、ちょっとこれは自分のものじゃないんで、お金かけていいかどうかわかんないんで、こんな感じで、ホースを火で炙って無理やり刺してみました。あとこのホースが硬いんで、ここにこう取り付けた時に取り回しが悪いっていうのがすごくちょっと気になるところであります。こんな感じで取り付けましたけども、ちょっとこのホースの曲がりがきついんで、ウレタンホースだとなんか後で多分ダメになるような気がします。今電源を入れてみまして、で、この障害物回避レーダーの前方後方がこのモーターのっていいますか、この噴霧先のノズルを検知しないかどうかをちょっと確認しているところでした。こんな感じで少しこうかぶってるレーダーのこの照射に対してかぶってる感じがしたんで、ちょっと心配だったんで実験してみたんですけども、障害物レーダーはこのノズルを、検知してないようなので、4メートル5メートルぐらい先の何かを検知してるんで、多分大丈夫だと思います。で、高度センサーは高さセンサーは今 0.9 メートルって出てるんで、大体合ってるんじゃないでしょうか。足を入れると、こんな感じで足を入れると高さが変わるんで、多分大丈夫だと思います。アプリケーション、こんな感じのアプリケーションで見て、センサーを感知がうまくいってるかどうかをちょっと確認しているところです。で、レーダーを取り付けましたので、レーダーの配線をずっとこの足をこう這わして持ってって、ここの部分にあるゴムのクロメットからこう中に入れまして、でこれがCANハブなんで、このCANハブにレーダーのケーブルを差し込みます。スペースがないんで、このCANハブの下にフライトコントローラーがあって、
この一番前方に PMU パワーマネジメントユニットがあります。でちょっと今中の線を結構整えたんですけども、もう少し配線が終わったら整えたいと思います。フローメーターの線も本当は、このポンプの配線と一緒に1つのコネクターにまとめたいんですけども、防水コネクターも意外といいやつを買うと1個2000円とか3000円が当たり前なんで、こういうちょっと Amazon とかで売ってる5個セットで何百円かで売ってるこの防水コネクター、ラジコン用かなんかの、ラジコン用かソーラー発電用のコネクターなのか分かんないですけど、この安いタイプのコネクターで、ここにこうつけまして、ポンプと、フローメーター用で分けて取り付けたいと思います。でこれでフローメーターを取り付けると、あと大体フローメーターを取り付けるとあと大体終わりです。あとはこっち側に有罪散布用のコネクターがあるんですけども、この有罪散布用のコネクターは、鼻からエンプティの信号とかが来てるんで、そのまんまでいけるんじゃないかと思います。何も配線の作業は必要ないと思います。でちょっとプロポの説明をします。プロポは、この T12 というプロポでして、T12 のプロポはここに画面がついてなくて、画面の代わりにここにこんな感じでタブレットとかスマホを置きます。スマホのアプリって言いますか、フライトのアプリはプロポの十字キーって言いますか、ジョイスティックの方向、モード1とかモード2を決定するのはこのデバイスヘルパーっていうアプリケーションになります。でこのプロポはですね、電源入れるのはこの電源ボタンを1回押して LED が光ってる間にもう1回長押しです。でこれで電源が入ります。でこのデバイスヘルパーっていうアプリケーションを使って、これですね、ハンドセッティングスっていうところで、ここでハンドがジャパンになってるんで JPA になってるんで、ここで各国用の設定ができます。ここで JPA にすると、モード1が選択されたと思います。であとはなんだかんだあるんですけども、あとはこのボタンをチャンネル何本に割り当てるかみたいな設定があったような気がします。で今ドローンに電源を入れてみました。電源が入ると、この受信機のここのランプが緑色に点灯します。今プロポがもう受信機に接続されている状態ですので、このおなじみのK++ のアプリケーションなんですけども、これを、起動すると、Bluetooth でT12 を選ぶと、これで今接続が完了しました。でこの、タブレットとこのプロポが接続されている状態です。でプロポとさっきのこの、受信機が接続され、受信機と K++ が S バスで接続されている状態です。であとはこのアプリケーション上で、キャリブレーションの設定とかいろいろできますんで、設定したら終わりだと思います。これで散布の設定とかいろいろできますので、確かポンプの設定、散布ハブの設定、ポンプのキャリブレーション等がこのアプリ上からできます。パソコンのアプリを入れなくても入れても多分同じだと思います。このソフトでこのスマホ上のアプリでほとんどのことができると思います。あとはパソコンのアプリでやるのはフライトコントローラーのゲイン設定とか、そういうところはパソコンのアプリでないとできないみたいです。訂正です。フライトコントローラーのゲイン設定もスマホの方をデバッグモードにして USB デバッグを有効にすると、スマホ側からすることができます。でゲイン設定は例えばその10リットルぐらいの重さを積んだときに、この中のジャイロとか GPS とかの位置補正とかの機能でどういうふうに制振するか、プロポの操作に対してどのぐらい機敏に機体を動かすかっていう設定になります。で結構機敏めに設定してた方がいいみたいなんですけども、積載量とかによってちょっと動きがぎこちなくなるんで、
個人的にはちょっとだるめの設定にして飛ばしてます。そうすると結構こう入力に対してこうクイックじゃないんですけども、安定して飛んでるような気がします。で次は、このプロポーじゃなくて、次はフローメーターをつないで、流量のキャリブレーションをしていきたいと思いますが、それは明日以降になると思います。